こんにちは。いよいよ4月に入って春らしくなってきました。今回は我が家の4月上旬のもみじの状況をお届けいたします。今回も喋り方が少しおかしい AI の声ですが、イントネーションを調整するのが少し面倒なので、加工なしのコンピューターの音声で失礼いたします。これは清流です。清流はもともとヤマモミジ系の品種とされていましたが、 DNA 鑑定をした結果、イロハモミジ系の品種ということが判明した品種です。2013年に発表された論文に載っています。毎年あまり葉っぱが傷まないので、今年は夏にガンガン日が当たる場所でも葉焼けしないのかどうか試してみたいと思います。で、症状です。だいぶ葉っぱが広がってきました。で、症状の鮮やかな赤色はこの季節ならではです。園芸店や盆栽店で一番多く売られているもみじの品種かもしれません。ほのかです。挿し木苗より遅れておやきの方のほのかが芽吹いてきました。今まで気がつかなかったのですが、葉っぱの周りが赤く縁取られていて綺麗です。もう少し経つと全体的に黄色っぽくなります。ひなうち若枝の品種慶冠山です。葉っぱの裂片が多いです。毎年夏になると葉っぱが傷み出して一旦枯れて、夏過ぎてからまた復活するということを繰り返しています。どちらかというと日陰で育てた方が良い品種かもしれません。茜です。芽吹いて直後の葉っぱは赤い色でしたが、少しずつ黄色っぽく変化してきました。去年は5月の時点で葉っぱが傷んでしまったので、あと1ヶ月以内に遮光カーテンの中に入れるなど、日があまり当たらない場所に移動したいと思います。次にご紹介するのは、よく混同されることの多いつまがきとつま紅です。これは私が今まで見たり聞いたりした経験上の認識なので、間違っていたらごめんなさい。まだはっきり葉っぱは広がっていませんが、これはつまがきです。葉先の色はつま紅より先に目立たなくなります。葉っぱは全体的に丸みを帯びています。この辺の品種は比較的葉焼けを起こしやすいと思います。そしてこちらがつま紅です。やっと葉っぱが出てきた状態なので分かりづらくて申し訳ありません。つま紅も葉先に模様が入る品種ですが、葉っぱは手のひらを広げたようなおうぎ形をしており、つまがきより葉先の色とのコントラストがはっきりとして割と長い間模様が残ります。いずれにしてもつま紅とつまがきの比較の動画は改めてご紹介いたします。ジョーダンです。大分や明月系の品種の中では芽吹きは早いです。この季節のもみじの中で一番黄色く輝いています。大分や明月系と言いながら、イロハモミジと大分や明月のハイブリッドという噂もあるので、属性は謎です。ちなみに他の大分や明月系の品種、ムーンライズ、オータムムーン、小倉山、隠れ傘、金隠れなどは、まだやっと新芽が膨らんできた程度で、葉っぱは出ていません。数少ない葉打ち若枝の品種、太夫です。うまく育てれば紅葉は綺麗なのかもしれませんが、紅葉をする前に毎年葉っぱが傷んで枯れてしまいます。なので、他の普通の葉打ち若枝と何が違うのか、未だによくわかりません。最後に、園芸品種ではありませんが、小葉打ち若枝をご紹介いたします。小葉打ち若枝の大きな特徴として、春の芽吹きの季節だけに見られることなのですが、全体的に産毛に覆われています。それと、花の色はクリーム色をしています。ちなみに、
大もみじも芽吹きの時に産毛で覆われている状態が多いです。一般的に葉っぱの裂片の切れ込みが浅いものが多いのですが、中には切れ込みが深いものもあります。ご視聴いただき、ありがとうございました。